わしじゃ、不気味度魅力じゃ。今回は、ワイルドアームズの続きをプレイしていくんじゃよ。プレイステーション世代の RPG となると、エンディングまではなかなか時間がかかるな。いつも通り、効率重視でもなく、ネタバレありでゆるくプレイしていくので、よろしくな。前回までのあらすじじゃ。涙のかけらを使って、霊視マザーの復活を目論む魔族は、マザーの振動を封印したガーディアンの振動を破壊しようとする。霊峰ゼノム山、ケイジングタワーと2つの振動を破壊され封印を解放されてしまったロディたちは、残り1つの振動を守るため、港町ティムニーに向かった。魔族アルハザードによって無人の町と化してしまったセント・セントールを後にして、最後の振動があるティムニーに向かうのじゃよ。例によって、今回もエルーの祠を使うのじゃ。ここからどこに飛ばされるんじゃろうか。この左の階段は今はまだ行けないのじゃ。しかし何度見てもこのワープシーンはすごいな。ここには雷のガーディアンの振動があるようじゃな。さて、一体どこにたどり着いたのか確認するのじゃ。かなり南の方に飛ばされたようじゃな。人がいるのじゃ。あそこにあるエルーの祠は今は入れないっぽいな。こっちの砂漠は危険らしい。砂漠には絵師の迷宮という遺跡があるようじゃな。しかも死を司るガーディアンもいるらしい。振動もこの絵師の迷宮にあるんじゃろうか。
このヒントを得ることでトリックスターという早打ちを覚えることができるんじゃよ。トリックスターは敵からアイテムを盗むことができるので、貴重なドロップアイテムを手に入れるためにはかなり重要な早打ちなのじゃ。このティムニーには RPG のお約束ともいえる船があるのじゃ。船の名前はスイートキャンディー号というかわいい名前で、船長はバーソロミューというらしい。この石像みたいなのはもしかして封印の心臓なんじゃないだろうか。今はまだ手出しできないようじゃ。まずはバーソロミューには必要がありそうじゃな。なんか世界の危機が迫っている割には割とくだらない理由のイベントをこなさないといけないっぽいな。絵師の迷宮とやらに行って水晶の花を取ってこないと話が進まないようじゃ。とりあえずレッツラゴーじゃよ。絵師の迷宮じゃが、実は入り口が見えないようになっている。入り口に近づくと画面がズームするので、それを頼りに入り口を見つけるのじゃよ。こっちかな。お、見つけたのじゃ。この緑色のところは毒の床なので気をつけるのじゃ。いつものことじゃが、雑魚キャラとの戦闘はカットしていくので、らしからず。このダンジョンは4カ所にあるこの石像を動かすことで先に進む道が開ける仕掛けとなっている。あ、落ちたのじゃ。
つい勢い余ってというやつじゃな。このスイッチがわかりにくいんじゃよ。これで2つ目じゃな。あと2つ石像があるはずじゃ。この中心のフロアに戻ってくるたびに、この石を動かさないと他の入り口に入れないのが不便なんじゃよな。よし、これであと1つじゃ。こんな見落としがちなところにスイッチがあるんじゃよ。あ、また落ちた。これで4つ目じゃな。先ほどの石像がここの通路の石像と連動しているわけじゃ。これでこの先に進めるようになったんじゃよ。水晶の花をゲットじゃ。まさかの時間制限脱出イベントじゃ。と言っても戦闘中はカウントされないので、基本的には間に合わないということはないはずじゃ。脱出する前に忘れたくないのはここの部屋じゃ。壁を爆破することで先に進めるようになっている。3回目の転落事故じゃな。ティムニーでこの迷宮にわしのガーディアンがいるという情報があったはず。このダンジョンは脱出したら二度と入れないので、
いわゆる取り返しのつかない要素というやつじゃ。火のガーディアンを手に入れたいのなら忘れないようにな。このケイオスを倒すのじゃ。せっかくだからラッキーカードを使って経験値と資金を倍増じゃ。このケイオスは戦わなくても済む隠しボス的な存在に近いこともあり、ちょっと強めなのじゃ。特にこのスリープとか状態異常系の魔法を使ってくるのが結構きつい。魔法も使えなくなったんじゃよ。フォースパワーは魔法ではないので、マテリアルは使えるのじゃ。前回テイジングタワーで手に入れた聖のガーディアン、12バワーを使ってみるのじゃ。さすが死の迷宮のボスだけに継続性の攻撃は効果的面じゃな。リノギノスは効かないな。ゲンガロンはまさかのダメージゼロじゃ。
はりユニバガーさんが最高じゃ。アームも魔法ではないので、魔法が封じられても使えるのがありがたいな。ただ、魔法が使えない状態だと回復がきつくなるので、アイテムで状態異常を解除したり、回復したりする必要がある。ザックのメテオドライブは安定じゃな。なるほど。このケイオスに死のガーディアンが囚われてしまったため、この迷宮が死の迷宮と化してしまったわけじゃな。これで死のガーディアン、イーラムトスの力が手に入ったのじゃ。ただ、即死攻撃なので、ボスには効かないのが残念なところじゃ。とりあえず、まずは脱出が優先じゃ。間に合ったのじゃよ。ギムニーに戻ってバーソロミューに水晶の花を渡すのじゃ。
なんかとんでもないことになってるんじゃよ。セシリアが偽装結婚式に付き合うことになったようじゃ。こんなことしている場合じゃないと思うんじゃが。というわけで今回はここまでじゃ。次回もよろしくな。